皆さんこんにちは。こんにちは。ワールドラバーマーケットのやっすんと下川と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は下川さんにお越しいただきました。なんで私がいるのかというもう疑問だらけの人だったり、はい、お前誰だよと知らないよという人もいるかと思いますが、はい、後々紹介するパートがあればいいかなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まずは最初は話聞いておきます。はい、ということで、今回はですね、はい、ワールドラバーマーケットから満を持して、はい、全ラージボールプレイヤー、そしてこれからラージボールを始める方、特にですね、公式からラージに、両方やってるっていう方すごく多いと思うんですよ。増えてきましたね、だいぶね。はい。でもなんかうまくいかない試合勝てねっていう方だったり、これから始めたいなっていう方は特に見てほしいなという DVD の発売でございます。はい。ワッタ流ラージの極意。現全日本ラージチャンピオンの、日本で一番ラージボールの強い選手ですねのワッタさんの、経験や知識っていうのもこれでもかと全部詰め込んだ DVD の発売でございます。なるほど。これ現役選手がこれやっていいのかっていうね、ちょっと大丈夫なのかっていう不安もこちらからねありますけど、余計なお世話だと多分思ってると思います。そうですねということで、実は下川さんにはね、この DVD を撮影する際、実際のプレーのお相手だったりとか、トークだったりっていうところで活躍していただいております。はい、サポーターとして今回はご協力させていただきました。よろしくお願いします。はい、というわけで早速ですね、DVD のサンプル映像の方をご覧ください。弾く感覚、当て感ですね。どれぐらい飛ばすかとか、どのように飛ばすかっていう弾く感覚と、あとはその擦るということでスピンをかける、これの掛け合わせでボールが入って技術に成り立つだろうっていうところの、理論っていうのを紹介してるんですけれども、これがラージだとあんまりうまくいかなかったんですけれども、公式のその弾くかけるの割合じゃうまくいかなかったと。これが一番大事なんじゃないかなみたいなところっていうのを教えてもらいたいなっていうふうに。あとは自分が打つところ、ここにちゃんとスペースを確保してください。よくいるのが卓球台に近すぎて詰まりながら打ってしまう人だったりとか、逆にちょっと距離を取りすぎてボールを追っつけにいってしまう。ブロックの目的は対戦相手から点取るっていうよりも自分の失点を防ぐ、ボンミスを防ぐためにあるので、ペンの場合はシェイクと違って結構特殊です。まず体の中心じゃなく体の横で打球します。ただ力強く叩きつけすぎるとそもそもロングサーブになってしまうので、あまりバックスイングとか取りすぎず、シンプルにまずはこの変化をあえてつけてもらって、それに対してしっかりと打ち込む練習をやります。最後に相手はちょっとやっぱ試合とかばっかりやってる分、ポロってミスするんですよね。ギリギリの細かさの部分っていうところですね。はい。サンプル映像はいかがだったでしょうか。基本技術ですね、から、戦術であったり、練習方法、さらには、公式とラージが実際本当卓球という点ではねもうラケットを使ってボールを打ち合うというところでは同じなんですが、実際どう違うのか、実際なぜ公式からラージボールに移行してきた選手が全然勝てなかったりするのかっていう、そのね詳細な部分まで全て語っていただいている、とてもボリューム満点の DVD です。ではここで、この DVD 発売するにあたって実際にワッタさんからの熱い熱いメッセージをいただいておりますので、ご覧ください。
はい、ワッタ流ラージの極意。今回の DVD には僕がラージボールの選手として長く、およそ6年ほど戦ってきた僕の知識経験を全て詰め込みました。これから上手くなりたい初級者の方、もしくは今でも全国の上位の方いけるかいけないかっていうレベルで戦ってる選手全てのラージボールプレイヤーにおすすめできる、力作に仕上がったんじゃないかなと思っております。ラージボールというのはここ最近本当に発展してきて、でも明確な指導方法や情報っていうのは、ネットだったりオフラインの場だったりになかなかないっていうのが現状だったりします。そこで今回ラージボールの教科書になり得る DVD を1本作りたいなと思って仕上げました。ラージボールで1回バンと勝つ人っていうのはたくさんいます。ですが長く勝ち続けている選手っていうのは本当に一握りです。僕自身初めて全国ラージに出場してから全日本ラージに切り替わった3年間、初出場から一度も負けることなく勝ち続けることができたのも DVD の内容を踏まえたものとなっていると思います。僕の選手としての活動を支える上での基盤となっている考え方、技術を詰め込みましたので、ぜひ DVD をチェックしてみてください。ラージボールプレイヤーの皆さん、一緒に頑張りましょう。ワッタさん、メッセージありがとうございました。ありがとうございました。実際ね、はい、私たちの、下川さんがまだワールドラバーマーケットでお仕事されていた時に、一緒に全国ラージ出たことがあります。あります。あります。はい、もうダブルス、シングルス、2人とも惨敗。もう僕に至っては1セットも取れずに千葉に帰ってきました。あらららららら。なんでダブルスもうだからそれを話すと僕のせいで負けたんじゃないかぐらいの勢いだったですね僕の気持ち的には。はい、でも正直ね、公式でちょっとすごい頑張って、やってきた。特に下川さんなんかは、九州チャンピオンにもなり、一応日本リーグという舞台で2部ですけど新人賞というのを取った、私にもちっぽけな自負というかプライドというのはありましたよ。でも正直、我々の持っていた卓球の技術だったり、言ったらね、公式の常識というか、定石というか、そういうものはラージボールの世界では一切通用しなかったと。なんですよね。その卓球のプレー自体はなんかできてる、そのラリーしたり、いわゆるラージの醍醐味みたいな感じ、パーンパーンパーンみたいなのをしてたんですよね。やっぱりボールが遅いから、自分もその衰えたといえどフットワークで追いつけて打ててるぞという展開だったんですけれども、シングルスではおそらく最高でも7点ぐらいしか取れなかったんじゃないかなと。1人の対戦相手の方はその後3位かな2位かそれぐらいになってたかなと思うんですけど、もう1人の方にも惨敗7とか4とか2とかで負けておめおめと帰ってきました。なのでやれてるんだけど点数は全然増えていかないみたいな状況で、これはちょっとラージは僕には厳しいなというふうな、印象を受けて、帰ってきた記憶があります。この DVD を見たこの状態で話せることは、あの時やってたことはほぼ全て間違ってたっていうことが分かったと。そうなんです。何年か越しにやっぱり撮影だったり、編集だったり、私もね、一緒にやらせていただいて、下川さんも出演されたのでよく分かると思うんですけど、そりゃ勝てへんわけやみたいなね、勝てないことを積極的にやってました一生懸命積極的にやってました。でも実際にこれって今ラージボールをこれから始める方だったり、公式をやっててラージ楽しいなと、移行したり、両方やっている方たくさんいらっしゃると思うんですけど、そういう方たちも大半がおそらく間違えてるんじゃないかなと。一応ね、自分たちで言うのもなんだけど、それなりに公式はやってきた、で自分たちと同じ思考回路で多分入っちゃうと思うんで、ほとんどの人がこの落とし穴にはまるんじゃないかなと思いますし、ワッタさんと話をさせていただいて、多分ワッタさん自身が、僕以外は多分、同じような思想でやってて、それで練習してるしてないの差ですよみたいな感じだったんで、多分今安野が言ったことが合ってるんじゃないかなと私も思います。ワッタさん自身も初めて全国大会で優勝してからこれまでどんどんそのプレーだったり考え方っていうのはブラッシュアップされているようで、やっぱりそのずっとね
日本で一番強いラージボール選手っていうのをこうそういうポジションを守ってきたワッタさん、やっぱりすごいなと、その知識考え方っていうのはそういうことだったのねと、たくさんね気づきをいただける、でその全てが詰め込まれている DVD、ということになります、でぜひですね全てのラージボールプレーヤーの、方に手に取ってみて、何度も何度も繰り返し見てですね、自分の技術、試合の運び方、練習方法、考え方全てにね生かしていただきたい DVD となっております。ぜひご注文お待ちしております。ありがとうございました。ありがとうございました。